今日はハニートーストを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ハニートーストを作りたいと思います。通常ね、ハニートーストは1分の1斤ぐらいを使って作ったりすると思うんですけれども、今回は手軽に普通のね、スライスされた食パンで作っていきたいと思います。さらに今回はですね、アレンジバージョンのハニートーストレシピもご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。食パン、蜂蜜、有塩バター、こちらの3つの材料で作っていきます。まず食パンなんですが、今回はね、6枚切りの食パンを使っていきます。こちらのね、食パンの分厚さに関しましては、お好みのものを使用してください。そして蜂蜜もですね、こちらもいろんな種類があると思うんですが、これもお好みのものを使用してください。ポイントは有塩バターですね。有塩バターの塩味が加わることで甘さが引き立ってとても美味しい仕上がりになります。それでは続いてアレンジバージョンもご紹介していきます。材料はこちらです。食パン、蜂蜜、有塩バター、アーモンド、くるみ、とろけるチーズ、こちらの材料で作っていきます。まず食パンなんですが、こちらも6枚切りを使用していきます。そしてスライスチーズに関しましては、とろけるタイプのスライスチーズを使います。こちらはお好みのチーズを使っていただいて OK です。蜂蜜とバターはね、先ほどと同じものを使用します。そして今回はですね、チーズとね、ナッツを合わせていくので、アーモンドとくるみを使用していきます。こちらはお好みのね、ナッツ類を使っていただいて OK です。ということで、早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきたいと思います。まず食パンに切れ込みを入れます。切れ込みを入れると、そこからね、バターと蜂蜜が染み込んで、全体的に味が均一になってとても美味しい仕上がりになります。それではね、切れ込みを入れていきます。今回ね、縦横で3箇所ずつ入れていきます。この切れ込みはね、だいたいね、3箇所から4箇所ぐらいに入れていただくといいかなと思います。では入れていきます。入れる時もですね、こちら、食パンのだいたい半分ぐらいまで切れ込みを入れてください。切り落とさないようにだけね、注意してください。またくるっと回転させて、そして同じように半分ぐらいまで3箇所切れ込みを入れていきます。こんな感じでね、切れ込みを入れてください。そしたら続いてね、こちらも同じようにね、切れ込みを入れていきます。はい、このように切れ込みを入れます。あとはね、もう一つ切り方をご紹介します。4枚切りで作るときはこちらの方がね、おすすめです。まずね、耳よりも1センチ下ぐらいに切れ込みを入れます。これもですね、食パンの半分ぐらいまで切れ込みを入れてください。これをね、4箇所切れ込みを入れていきます。こんな感じで四角に切れ込みを入れてください。あとはね、先ほどと同じようにこの真ん中ですね、残した部分に切れ込みを入れます。こんな感じのね、切り方もあるので、お好みの切り方で切っていただいて OK です。この切り方だとね、焼いた時に蜂蜜が外にこぼれ出ないので、蜂蜜をね、外に出したくない時はこういった切り方をしてみてください。ただね、6枚切りだとちょっとやりにくいので、4枚切りを使う時はこういった切り方をしていただくのもいいかなと思います。このようにね、耳まで切れ込みを入れると、しっかりね、この部分にも蜂蜜が染み込んで美味しく召し上がっていただけます。それではですね、続いて焼く前にこのトースターにバターを塗っていきます。バターですが必ずね、柔らかい状態に戻して使うようにしてください。全体に塗りましょう。はい、このように塗ってください。もう1枚もね、同じように塗っていきます。このようにバターを塗ってください。せっかくなのでね、こちらのね、4枚切りの方もね、焼いていきたいと思います。こちらも同じように全体にバターを塗ってください。はい、OK です。そしたらトースターの天板を用意します。そして上にね、アルミホイルを敷いてください。こちらね、通常のアルミホイルなので、このまま焼くとね、食パンがくっついてしまいます。なので表面にね、薄くサラダ油を塗ってください。はい、OK です。それでは食パンを並べます。
はい、そしたらですね、このままトースターで1分から1分30秒ほど焼いていきます。表面が少しね、じゅわじゅわっとするまで一度焼いてください。温度またはワット数に関しましては、お使いのトースターの最高温度、最高ワットで焼くようにしてください。それぞれのトースターで適正な焼き時間が変わってくると思うので、様子を見ながらね、焼いてみてください。それでは焼いていきます。はい、今ね1分30秒ほど焼きました。表面がねちょっとじゅわじゅわっとしてきた状態です。そうしましたら続いてここに蜂蜜を塗っていきます。全体にね染み込むように塗ってください。一度焼いてから塗っていただくことで、この切れ込みにねしっかり蜂蜜が入っていきます。はい、このように塗ってください。そしたらねこちら側も同じようにね蜂蜜を塗っていきます。はい、OK です。このように塗ってください。それでは最後ですね、仕上げにいい感じにね、焼き色がつくまで焼いていきます。はい、いい感じに焼き上がりました。こんな感じでね、とても美味しそうに仕上がってます。ではね、4枚切りの方も焼いていきたいと思います。このままね、先ほどと同じように表面がちょっとじゅわじゅわっとするまで焼いていきます。はい、こちらもですね、表面がじゅわじゅわっとしてきました。そしたらね、蜂蜜をかけます。そして全体に塗りましょう。このように塗ったらですね、またトースターで焼いていきます。こちらも同様にこんがり焼き色がつくまで焼いてください。はい、いい感じに焼き色がつきました。中心だけね、切れ込み入れたものはこんな感じに仕上がってます。このようにしていただくとね、ここからね、蜂蜜が飛び出ずに仕上げることができます。お好みでやってみてください。これで完成です。それでは続いてアレンジバージョンを作っていきます。まずはじめにですね、こちらのナッツとくるみを細かく砕いていきます。こういったね、ジップ袋などを用意してください。そしてこの中にナッツを入れます。はい、そして綿棒などを使って砕きましょう。あんまり細かくしなくても大丈夫です。このようにね、適当に砕いてください。そしたらですね、続いてこちらのナッツを容器に出します。そしてここに蜂蜜を加えてください。これでよく混ぜましょう。はい、このようにね、よく混ぜてください。ではね、こちらも同じように食パンにね、切れ込みを入れていきます。だいたいね、食パンの半分ぐらいまで切れ込みを入れてください。こんな感じでね、切れ込みを入れます。そしたらくるっと回転させて同じように切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じでね、切れ込みを入れてください。ではこちらも同様にですね、常温に戻したバターを表面に塗っていきます。チューブでバターって言って明治さんから出してるね、すでに柔らかいバターとかも売ってるので、そういったものをね使っていただいてもいいかなと思います。全体にねしっかりバターを塗ってください。はい、 OK です。そしたらですね、同じようにアルミホイルをね天板の上に敷いて、そして表面にねサラダ油を塗ってください。くっつきにくいねアルミホイルを使っている場合はこの作業は省いていただいて大丈夫です。そして食パンを置きます。食パンを置いたらですね、ここにとろけるスライスチーズを乗せてください。そしてこのままですね、トースターで1分ほど少しね焼き色がつくぐらいまで焼いていきます。温度数やワット数に関しましては、こちらはお使いのオーブンの最高のワット数、最高の温度数で焼くようにしてください。こちらも同じように280度のトースターで焼いていきます。はい、このぐらいですね。少しね焼き色がつき始めそうになったぐらいになったら取り出してください。そしたらこの上にですね、こちら先ほど作っておいた蜂蜜とナッツをのせます。全体に広げてください。はい、 OK です。それではですね、今度はですね、いい感じに焼き色がつくまで焼いていきます。はい、いい感じにね焼き色がつきました。アレンジバージョンはこれで完成です。はい、これでハニートーストの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はですね、こちら分量外ですが上に粉糖をかけて仕上げてます。こちらは分量外なのでお好みでやってみてください。このようにしっ
かり蜂蜜が染み込んで美味しそうに仕上がってます。あとはですね、このようにアイスクリームをトッピングして食べるのもおすすめです。お好みでやってみてください。そしてこちらが4枚切りバージョンで、こちらもアイスとね、粉糖をトッピングしてみました。これもお好みでやってみてください。そしてこちらがナッツバージョンです。こちらのナッツはこんな感じですごく美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。すっごく美味しそうです。切れ込みを入れてるのでね、食べる時も今回私はフォークとナイフ使ってますが、手でちぎって食べれると思います。ではいただきます。もうね、バターと蜂蜜が染み込んでてすごく美味しいです。そしてね、蜂蜜を焼いてるので表面がすごくカリカリです。ではナッツバージョンもいただきたいと思います。ちょっとね、こちらは真ん中の方をね、いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。このチーズの塩味が効いててすごく美味しいです。あとね、このナッツの歯ごたえも最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のハニートーストのポイントです。まず食パンなんですが、今回は6枚切りと4枚切り、この2つのバージョンをご紹介しました。この食パンの厚みに関しましてはお好みのものを使用してみてください。そしてハニートーストを作る時なんですが、食パンに切れ込みを入れてください。そうすることでしっかりね、蜂蜜が染み込んでとても美味しい仕上がりになります。切れ込みを入れる時なんですが、食パンの厚みの半分ぐらいまで切れ込みを入れてください。全部ね、切り落とさないようにだけ注意していただけたらと思います。さらに今回はですね、4枚切りの方で違う切れ込みの入れ方もご紹介してます。6枚切りだとね、切れ込みの入れ方は難しいんですが、4枚切りだとね、切れ込みの入れ方もできますので、お好みでやってみてください。そして切れ込みを入れ終わったらバターを表面に塗って一度焼いてください。このバターに関しましては必ずね、柔らかい状態に戻してから塗るようにしてください。戻すのがね、ちょっと面倒だなっていう時はスーパーでね、チューブでバターと言ってもうすでに柔らかくなってるバターも売ってますので、そちらを塗っていただいても OK です。バターに関しましても有塩バターをね、今回使ってます。有塩バターを使っていただくと塩味がちょっと入ってね、甘さが引き立つので有塩バターを使ってます。もしない場合は無塩バターを使っていただいても OK です。そしてバターを塗ってね、一度焼くんですけれども、目安としては表面がね、じゅわじゅわっとするくらいですね。そのぐらいまで一度焼いてみてください。焼く時の温度またはワット数に関しましては、お使いのトースターの最高の温度数、最高のワット数で焼くようにしてください。今回私は280度で焼いてます。こちらは目安にしてみてください。そして一度焼いたらですね、表面に蜂蜜を塗って、そしてもう一度ですね、いい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。そうすることで表面がね、カリカリっとしてとても香ばしくて美味しい仕上がりになります。あとは今回ですね、分量外なんですが、粉糖とあとはね、アイスクリームもトッピングしてみました。特にね、アイスクリームをのせるとひんやりしてとても美味しいので、ぜひね、アイスクリームもあったらのせてみてください。そしてもう一つですね、アレンジバージョンもご紹介してます。こちらもですね、チーズの塩味が効いたり、あとはナッツのね、歯ごたえも楽しめるので、ぜひやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はハニートーストを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。